じゃん。これはね、オルタネーターってやつですね。車に取り付けるもので、まあ一番わかりやすく言えば発電機ですね。オルタネーターを交換して、キャンピングカー3号が帰ってきました。全然変わってない。いやー、なんかこうすごい喜びたかったんだけどな。あ、いった。あ、減った。14、15、18、あ、22。22アンペア。22アンペア以上に今は伸びていかない。1000ワットの走行充電来ました。買いました。超高かった。これ今ね、半導体がないせいですごい高い。もうでもしょうがないんで買いました。あれ、そのさ、それあ、どうやってこうかしら。やっぱフレームがあるもんな。ダメフレーム。うん、これのここにトーンしてます。あー、ダメか。もうそれがもうこう立てるか。はいはいはい。全然動かない。とりあえず充電しないことを確認して。1個外してったら、まあ一応大丈夫は大丈夫。もう今もう完全に止まってる状態で。慎重にね。そう、漏らしてはいけません。そうですよ。ガスも漏らしたらあかん、電気も漏らしたらあかん、愚痴も漏らしたらあかん。口だだ漏れ。こっち側についてんのがこっちがサブ、こっちメインで、これ2本ついてる。アースは共有。これ2本ついてるのはこれがそこに入れたらだけ。ああ、そういうことね。マイナスからアースから外しとる。でもプラスとパチッと外れて接触するのも。はい、こいつですね。こいつが犯人かどうかは分かんないんだけどね。いやでも、犯人というか、別にそんな悪い動きをしとったわけじゃないですよ。あれ、今度3つしかないよ。何が？あ、3つしかない。だって黒はいいのか、共有で。だって太陽光がもう完全になくなっとるじゃないですか。ああ、そうかそうか。だから一端子少ないはずですよ。サブバッテリーとメインバッテリーがここでつながるわけですね。そうだからまあこの工事を手伝っていただいても早2年ぐらい。そうですね。なんか1号の頃から相談乗ってるから5年ぐらいなんかこんなことを足掛けこんなんござござやってますね。はい。ほっ、よいしょ。はい、ついた。本当だ。こっち側だから俺から見て右側、こっち右側の方が 12.9 でこっちが000なの。そう、この000がめっちゃなんか僕気になってるんですけど、これ 12.9 でメインバッテリーの電圧。メインバッテリーの電圧低くない？ 12.9 って。いや、そんなもんでしょ。あ、そんなもんか。エンジンかけたら上がるんだね。上がる。あ、そっか。充電してないんやで、この回路がオープンになってない。太陽光はとりあえずその置いといて、太陽光はとりあえずもうこの状態にしてさあ今はあれ何パワー消費してるってことだ。はい、そうだってインバーター生きてるもん。そうね。435ワットエアコン含めて動いてるという状況の中で、こっち OK です。おお、一回切れた。おお、13.2、13.2 に来たな。あ、いった。もういきなり44.5。何じゃこれ。
アンペア系？そうじゃない？42アンペアってことは600。でもそんなことはないか。でももう充電に変わったね。今エアコンをつけてても118。インバーター止めてみます？止めてみようか。エアコン停止。はい。ウィーンと。おお、来てますよ。おお、バンバン電量上がってんじゃん。だって今これ走行してなくてアイドリングだけでこんなに来てると全然これまでと違いますな。違いますな。2倍以上になってますな。とりあえずはうまくいきましたね。いきましたね。はい。その思ってたような劇的なこうドンっていうのはないけども、ただ今後ひょっとして太陽光とうまく合わせて走行充電中に高速走ったりとかすると、これとかやっぱり条件やと思います。そんだけビュッと充電する時の。それとかメインバッテリーって最近変えたんでしたっけ？変えてない。俺メインバッテリー弱いのかもしれないと思うな。なんとなく僕もそういう気がするね。どうですか？オルタネーターと走行充電器の、走ってみてのその後の報告なんですけども、結果から言ってダメです。ダメです。走り出しの最初5分ぐらいは、多分ですけども千数百ワット充電してる状態で、ですので今日天気もいいので、太陽光パネルで多分500ワットぐらい、で走行充電で600は軽やかに超える多分発電量で合わせて1000以上で家庭用エアコンかけてもお釣りが来るぐらいという状況だったんですが、それがですね、なぜか時間経つとどんどん落ちていって最終的にはやっぱり20アンペアですから、250また200、300ワットぐらいの充電に落ち着いてそこから動かなくなるっていう感じですね。ですからオルタネーター変える前、走行充電変える前と何ら変わらない数字に落ちてしまいます。ずっと続いておりますオルタネーターの交換から続いております、走行充電のパワーアップ計画なんですけども、もう泥沼にはまりつつございます。ここでまとめてお話をするとですね、まずオルタネーターをですね、パワーオルタネーターというやつに交換しまして、80アンペアを150アンペア発生するですね強化オルタネーターを8万円ちょっと出してですね投資しまして交換しました。でその結果なんですけども、もう全然充電容量が変わらず、ダメでして、でこれはですね走行充電器の問題であろうと判断をしてですね、走行充電器レノジーの50アンペアのがついてたんですけども、それをですね80アンペアのパワーアップした、しかも9万5000円もするものに交換しました。でですね、それで150から250ワットというすごい弱い、電力で充電してたのが50ワットほど50ワットほど上がりました。マックスで300ワットぐらいですかね。まだ上がりました。で走行充電入れて800ワットぐらいまでいけましたけど、17万以上投資してですね、わずか100ワットぐらいの上昇ということで全然コスパが悪いんですね。おかしいんですね。で大沢さんと決闘した結果、メインバッテリーが弱ってんじゃないのと。でね、数字だけで見るとそんなには悪くないんですけど、実は
メインバッテリーでサブバッテリーとつながってるんですよ。でメインバッテリーが弱ってくるとサブバッテリーから電気を送るというですね素晴らしい仕組みがついてるんですね。ですからメインバッテリー単体で見てもなかなかずっと点滴を打ってる人みたいな感じで悪くなってるのがわからないんですよ。なので一回交換してみようということで、これは本当ね、そんな高いものではないのでメインバッテリーを購入しました。あんまり安物買うとまたねトラブルと嫌なので、50D20L っていうのがこの3号に合うバッテリーらしいですね。要するにダイナ、ベース車のトヨタのトラックのダイナに合うのがこのバッテリーで、これはねオートバックスとかには売ってないんですよ。乗用車用のやつじゃないんで、はい。でネットで取り寄せてきました。これがダメだった場合もう全く何をしていいか分かりません。なのでもう本当に最後の期待をここに込めてやりたいと思います。これは熱いざんすよ。でこれがメインバッテリーでございます。はい。にしようかなこれ。これさ、キャップねちょねちょや熱で大丈夫こんなところでやだよ、これなんかあんじゃねえのやり方よいしょ、外れた。動いたけどいろいろ邪魔で干渉してんね。よいしょ、こちらから外していきます。その後にこっちのプラスね。マイナスの方ね、奥外れてます。でこれがですねボディに当たるといかんらしいので、これをですね、でもマイナスだからいいような気がするけど、まあいいや。とりあえずこっちもですねこの革手袋をポコッとかぶしてですねショートしないように、守りたいと思います。バッテリーの、タイプが違いますね。はい、その辺も実は問題になってるのかもしれません。よいしょ。こっちがプラスが OK だね。まだバッテリーの固定そのものはまだですけども、プラスマイナスメインバッテリー、つなぎました。ここでですねエンジンをかけて実際どれぐらい発電するか試してみたいと思います。でその前にですね今の状況をお伝えしておきます。今ですね560から580ワット、充電しております。この内訳はですね180ワットが、外部充電、こちらですね、この外部充電で180ワットほど充電しております。この容量が少ないのも大きな問題でこれから改善していくということなんですが、これが180ワット、でですね今非常に、天気が良くてですね、太陽光で400ワット充電しているということで、560ワットから580ワットぐらいですね。今ちょっと曇りましたね。はい、という状況で今充電しております。これにですね、走行充電をかけるとボカンと跳ね上がるという予定でございます。上がっていただきたい緊張の一瞬でございます。参ります。それではエンジンをかけさせていただきます。いい感じですね。そしてだいぶ充電、すぐ上がりましたね。833、815、819、820、多い
また250ワットぐらいしか足されてないですよ。ちょっと待ってください。250ワットとかだったらですね、今走行充電から入っているのが250ワットぐらいってことは、またしても何も外部充電変わってないです。メインバッテリー、走行充電器、オルタネーター全部変えましたが、発電量が250ワット程度から変わりません。これ一体どういうこと？もう今私ですね、呆然自失と言いますか、どうしよう、なんでこんなことになっちゃうんだろう。